皆さんこんにちは。うさぎちゃんの日本語カフェへようこそ。店長のうさぎです。皆さんこんにちは。常連客のたくやです。うさぎ店長、今日もよろしくお願いします。たくやさんいらっしゃいませ。この番組では日本語学習者の皆さんに日本の文化や日常をお届けしています。ぜひリラックスして聞いてくださいね。店長、今日はアイスコーヒーを一つお願いします。かしこまりました。冷たいコーヒーをすぐにお持ちしますね。ありがとうございます。実は今日、店長に日本の文化について相談があるんです。おや、何でしょうか。先日、会社の取引先と重要な会議があったんです。はい、どんな会議だったのですか？私が新しい企画を提案したら前向きに検討しますと言われたんです。なるほど、前向きに検討しますですか。私は提案が採用された後大喜びしてすぐに上司に報告したんです。それは少し先走ってしまったかもしれませんね。そうなんです。後日、今回は残念ですが見送りますと連絡が来ました。拓也さん、それは典型的な日本の建前ですね。建前ですか。つまり嘘のことですよね。いいえ、相手を騙す嘘ではなく、人間関係をスムーズにするための知恵なんですよ。知恵ですか。でも期待させておいて後から断るのは少し残酷な気がします。確かに、海外の方からは、日本人は何を考えているかわからないと誤解されがちですね。では、なぜ直接、その提案はダメですとはっきり言わないのでしょうか。それは、日本社会がつまり集団の調和をとても大切にするからです。調和を守るために、わざと遠回しな言い方をするということですか？ええ、はっきりとノーというと、相手を全否定したように聞こえてしまいますよね。なるほど。相手のプライドを傷つけたり、関係が気まずくなるのを避けるのですね。その通りです。それが建前です。そして、心の中にある本当の気持ちが本音です。では、さっきの会議の本音は何だったのでしょうか。企画は素晴らしいけど、うちの会社の現状には合わないなという本音でしょうね。それをそのまま言うと雰囲気が悪くなるから、社内で検討しますと建前を使ったんですね。ええ、直接的なショックを和らげるための優しいクッションのようなものです。相手のメンツを守るためのクッションですか。そう考えると少し納得できます。だからこのような建前の言葉をクッション言葉って言います。ビジネスだけでなく日常会話でも建前はよく使われますよ。例えばどんな時ですか？別れ際に今度一緒に飲みに行きましょうということがありますよね。それよく言われます。でもその後ちっとも誘ってくれません。ふふ、実はそれも多くの場合建前なんです。じゃあ本当は私と飲みに行きたくないということですか？いえいえ、決して拓也さんが嫌いなわけではありませんよ。ではどうして誘ってくれないのにそんなことを言うんでしょうか。あなたとこれからも良好な関係を築いていきたいですという挨拶なんです。なるほど。さようならまたねの代わりのようなものなんですね。そうです。本当に飲みに行きたい本音の時は言い方が変わります。どう変わるんですか？具体的な日程を聞いてきますよ。具体的な日程があるかどうかが本音と建前を見分けるポイントなんですね。とってもわかりやすい基準ですよね。でも、言葉だけで判断できない時もあります。どういうことですか？空気を読むという言葉を知っていますか？はい。その場の雰囲気や状況を察するということですよね。ええ、日本人は言葉そのものではなく、その場の状況全体で本音を察します。それは外国人にはかなり難易度が高いですね。例えば、誰かの家に遊びに行って楽しくてつい長居してしまったとします。はい。話が盛り上がるとつい夜遅くまでいてしまいますよね。その時、もうこんな時間ですね。お茶のおかわりはいかがですか？と言われたらどう思います？やった、もう一杯おいしいお茶が飲めると思ってしまいます。それだと少し空気が読めない人になってしまうかもしれません。違うんですか？お茶を足してくれるんですよね。これも建前です。本音はそろそろお帰りになる時間ですよというサインなんです。直接帰ってくださいというのは失礼だからお茶で気づかせようとするんですね。お気遣いありがとうございます。そろそろ失礼しますと帰るのが正解ですね。
なんだか謎解きゲームみたいです。本音と建前は本当に奥が深いですね。そうですね。他にも誰かに服装を褒められた時などにも建前を使いますよ。素敵なネクタイですねと言われた時ですか？はい。拓也さんならどう答えますか？ありがとうございます。お気に入りなんです。と答えます。もちろん間違いではありません。でも日本では一度謙遜するのが一般的です。そんなことないですよと否定するのが建前なんですね。ええ、本音では嬉しいのですが、自信満々に見えるのを避けるためです。素直に喜ぶよりも謙虚な姿勢を見せることがいいんですね。これも周囲との調和を大切にする和の文化の表れと言えますね。建前は嘘ではなく、相手を思いやる社会のルールなんだと分かりました。誰もがこれは建前だと暗黙の了解で使っているルールなんですよ。でも親しい友達や家族の間でもずっと建前を使うんですか？いいえ、親しくなればなるほど建前は減り、本音で話すようになります。ということは、本音で話してくれるようになったら親友の証ですね。はい。本音を見せてくれるのは、拓也さんを心から信頼している証拠です。それを聞いて安心しました。まずは相手の建前を優しく受け止めてあげてください。はい。今度飲みに行きましょうと言われたら、笑顔でぜひとだけ返します。そして本当に仲良くなりたいなら、拓也さんから具体的に誘ってみてくださいね。なるほど。自分から本音を見せていくことも大切なんですね。ええ、相手もきっと喜んで本音で答えてくれるはずですよ。そういえば、私の外国人の友人は日本の会社で働いているのですが、同僚との間でトラブルがあったそうです。どのようなトラブルだったのか、詳しく教えていただけますか？友人が同僚に、この重要な資料、明日までに作れると頼んだそうなんです。はい、ビジネスの現場ではよくあるシーンですね。同僚はちょっと厳しいですが頑張ってみますと答えたそうです。日本人が非常に頻繁に使う表現ですね。結果はどうなりましたか？次の日、資料は完成していませんでした。友人はできると言ったのに嘘をついたと怒ったんです。それはお互いの文化の違いから生まれたとても悲しいすれ違いですね。すれ違いですか？でもできないなら最初からできないと言うべきですよね。確かに欧米の文化ではそれが正解です。でもその同僚は決して嘘をつくつもりはなかったはずです。どういうことですか？頑張ると言ったのにやらなかったら結果的に嘘じゃないですか。日本語のビジネス会話において、ちょっと厳しいはほぼ 100% ノーのサインなんです。厳しいは難しいけれど可能性はあるという意味ではないんですか？辞書にはそう書いてありますが、実際には実は無理ですという本音が隠されています。そうだったんですか。じゃあ後ろにつけた頑張ってみますは何だったんですか？それが建前です。相手の依頼を冷たく断って人間関係を壊したくなかったのでしょう。直接断ることに罪悪感があって相手への配慮から頑張ると言ってしまったんですね。その通りです。相手の顔を立てるためのクッション言葉として使ってしまったのだと思います。でも結果的に資料が間に合わず友人に迷惑をかけてしまったら意味がないですよね。おっしゃる通りです。ビジネスにおいてこの建前は外国の方を最も混乱させる原因になります。友人もできないなら最初からノーと言ってくれれば他の人に頼んだのにと言っていました。悪気はなくても結果的に相手を裏切ることになれば信頼を失ってしまいますからね。では、嘘と建前の決定的な違いは一体何なのでしょうか？最大の違いは誰のために言うかという目的にあります。目的ですか。嘘は自分のため、建前は相手のためということでしょうか？大正解です。嘘は自分が責任から逃れたり自分だけが得をするためにつく悪意のあるものです。例えば、宿題をやったと嘘をついて先生に怒られないようにするようなことですね。ええ。一方で建前は相手を傷つけないため、またはその場の空気を壊さないための配慮です。言葉の方向が自分に向いているか相手に向いているかの違いなんですね。そうです。日本人は子供の頃から相手の気持ちを察しなさいと教育されて育ちます。だから直接的なノーを言って相手を拒絶するのが
とても怖いんですね。ええ、その同僚の方も拓也さんの友人の依頼をきっぱり断るのが心苦しかったのだと思います。でも外国人からすると、ノーと言わないイコールイエス、やってくれるだと解釈してしまいます。そこが一番の誤解のポイントです。ノーと言わないイコールイエスではなく、言いにくいノーなんです。なるほど。その言いにくいノーを察してあげるのが日本での正しいコミュニケーションなんですね。その通りです。ちょっとや前向きにという曖昧な言葉が出たら注意が必要です。では、外国人が日本で働くときはどう対応すればスムーズにいくのでしょうか？相手が建前を言っているなと感じたら、こちらから本音を引き出してあげるのが上手な方法です。どのように引き出せばいいですか？直接本音を言ってと聞くのはダメですよね。はい、それは逆効果です。もし明日までが無理そうなら遠慮なく言ってくださいねと逃げ道を作ってあげるんです。ああ、それなら相手も実は明日までは少し難しいんですと本音を言いやすくなりますね。ええ、日本人は相手が断っても怒らない人だと分かれば、安心して本当のことを教えてくれます。建前を嘘だと責めるのではなく、相手の不器用な優しさだと理解して歩み寄ることが大切なんですね。素晴らしい解釈ですね。お互いの文化の背景を理解すれば、きっと不必要なトラブルは防げるはずです。早速その友人に今日教わったことを話してみます。きっと同僚への見方が変わると思います。はい、ぜひ伝えてあげてください。日本人の相手を思いやる気持ちが少しでも伝わるといいですね。うさぎ店長のおかげで本音と建前の深い意味、そして嘘との違いが完全に理解できました。それは嬉しいです。異文化コミュニケーションはお互いの背景を知ることから始まりますからね。これからも日本語カフェのポッドキャストで日本の奥深い文化をもっと学んでいきたいです。いつでも大歓迎ですよ。今度はもっと難しい日本の空気を読む練習でもしてみましょうか。それは楽しみです。でも私にはまだ難しいかもしれないので、お手柔らかにお願いしますね。前向きに検討させていただきますね。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。「